先生面白い人好きですよ。確かに変わってる人、そうですよね。変わってる人好きです。うん。で、実は、合同先生も面白い人好きです。一回こういうことだったんですよ。もう、一応、竹野先生持ち上げるけど、いろいろと言いたいことがあったんでしょうね。で、叱るタイミングを考えてたんですよね。で、川越の宴会で道場が開いたってね、もう何十人から集まって正座して一人一人にこうお盆が来て宴会場でやってたんです。で、館長先生がいて竹野先生がいて俺がいて安藤がいたんですよ。で、館長先生が崩したら安藤先生竹野さんが崩して俺が崩して安藤が崩す順番だったんですよ。でも何回予感がしたんですよね。で竹野先生が崩したんで、で俺が崩さなかったから安藤も崩せなかった。である時にそれから20分ぐらいでシュッと見たら館長がスッと正座で戻ってるわけですよ。まずいって思ってその時に竹野さんがあぐらした前の人がこう出すが「あーいやいや」ってやったからやばいと思ってそのタイミングで「タカ準備早い!」っていうのをねこんな短いのにやってね館長先生のは知ってると思うけど電気なんだよね。竹野準備早いって言うんじゃないの。それがね1秒で言うんだよ。あーってこうそのねもう竹野さんはぐらい俺たちは正座なんだけどもうオウム真理教じゃないけどもうさあってもう10センチ上がったからねバッてその後川越からさもう竹野さんもうテンパっちゃったものが解散になったんだけど竹野さんの車に俺と安藤が乗ったんでもう竹野全部赤信号まっすぐ走っちゃってさこの手もさ違ったら大変だって言ってさぶつかんない途中で行ったらぶつかると思ってあんまり言わなかったけどなんだろうこう雷が落ちるなんてねみんなね、号泣とか雷が落ちるなんてね文学的表現だと思ってるね。感情起こったらね本当に電気だもんね。もう後にも先にもね俺2人しか見たことないよ、はい、雷落とせる人やっぱり迫力が昔の人があったんです。だからもう今の人のね小言じゃないんだよね電気なんだよね、またみんながその思っていない時に言うから、気を張ってない時に言うから、飛び跳ねちゃう。そうでしょうね。とにかくあの覇気っていうのがさあと館長先生はさ記憶力が異常にいいですよね。戦争中のこと全部覚えてて戦争中にいたスマトラかなんかあっちの方言とか全部覚えてるんだよね。その人が一回来たことあったんですよ。石野先生もいたんじゃないかな。そしたらねああそこから来たのかってさ40年ぶりにこう喋るんだけどさ、全部そこの現地語とか喋るんだよね。だから何年何月とかさよく覚えてるんだよね。すごかったね。懐かしいな。いや僕も偶然なんかいろんなことやってるんで協力しますから。なんか持ってますよね。3人兄弟だよね。そうですね。同じだ。まあさあれでね3人いたけど一番下でね、4、5年離れて2番目とね、でも合気道をやると思うの彼だろうと思ったけど自分からやりだしたからね。いや、この間僕の息子と会ったんですけど、意気投合して同じぐらいの年齢だよね。そうですね。意気投合して喋ったけど、お父さんが怖いっていうことでやっぱ意気投合しましたよ。僕の昔はやっぱねしょうがないですよね。養子一貫の教育を受けて親になったら甘いわけないよね。はい。そうですね。いやー面白かったです。だからトミーさんとお話しした時に、斉楠先生も相当怖かったんだなって思って家庭ではやっぱごちそうさまが言えなかった時があってもうずっと外で正座させられたっていう、ちなみに奥様も正座して当然だよね。ごちそうさまも言えないって言ったらもう一生損だもんね。今日ね北海道から来たんですよ。北海道から来た
それで津軽海峡だけフェリーだけど、あれ3時間だけフェリーだけど、あと全部車で。で九州まで行って、それで鹿児島から今度最後大阪行って、日本海まで走って、そこからフェリーで帰ろうと思って。なんでそんなバカなことするかっていうと、この頭にしたのもそうなんですけど、もうこのまま老けてるわけにいかないから、もう一回って一回も花咲いてないんですけど一回ぐらいちゃんと花咲かせようと思って自分を追い込んだんです。で整体師をしないようにと思って、まあ玉川先生が特別したけどもう整体師をしてたんじゃここに来れないじゃないですか。今僕通販の仕事とかいろんなことを仕事してるから会社持ってるんでこうやって来れるんで、自分が今何を一番したいのかを発見する旅でもあって、降りてきて、で途中でマサさんに連絡したら、この3日間だけは東京にいることが可能だからどっかありますかって言ったら、今日だけは今日なら空いてるって言ったから、今日終わったと。もう引かなかったみたいですね。これ、ね、先生一応ね、新しい形のちょんまげなんです追い込むっていうことをしないといけないっていうのがあるんですよね。わかりますよね、先生ね。人間ってのは追い込まないとね、怠け者ですからね、自分ね。先生うち帰ると女房がいるからいいですけど、僕は今いろんな事情で一人なんでね、この通り、まあでも近くに娘がいて結婚してるけど社員になってくれてるから、あと合気道の弟子だった人たちがいて、その人たちと一緒に仕事してるから。北海道に行ったっていうのは知ってたけど、ずっと北海道だっけ。震災があった時に合気道を教えたやつらが何人かいて、東日本に福島に20人ぐらいいたから、そいつら連れて金があるやつみんな京都に逃げたんだけど、自分の父の介護で別荘を持ってたんですけど、それを売って北海道にそいつら連れて行ったんですよ。で12年経ったんで、もう一回娘も結婚して子供もできたし、もう一回、なんか考えようと思って、降りてきました、北海道から車で。別にでまた何かやるの？何かやりたいなと思ってる。だから一つ整体はやんないで。整体やらない。整体はまあたしなみとしてね、好きな人にこう触ることがあったとしても、腕はどんどん良くなってるんですけど、いやそれやってたら時間が取られちゃうから。先生見たでしょ、自分で撮ったから、塩だけは幸せだったのかっていうのを見てね。あれ見てから降りてきたようなもんですよ。今東洋町で道場をやってて。見ました。結構いい。コンセプトがすごくいいですよね。僕だから今は道場どっかあるかって言ったらここを皆さんに言ってます。先生のとこね。あんだけ気を使って痛くない合気道みたいなね追求の仕方してるとこないこと確かです。僕が70、80になっても、養心館の先生の悪口ではないんですけども、自分が稽古ってあんましなくなっちゃう人が多くて、でもやっぱ合気道老若男女できるっていうことを僕も自身が証明したいというか、70、80になっても楽しんでできるようなものを作りたいっていう。今例えば僕が三原さんっていう方をね、ずっと1対1で合気道をね、僕よりも先輩ですけど、だいぶ先輩ですけども、エーザイで教えてた時があって、で、その方たちをやっぱ健康にさせることが目的というか、その一人を見て、腰がやっぱ、硬くなってきちゃったなと思ったら、やっぱ、ね、押さえでほぐしてあげるというような感覚。で、受け身でこっちは丸くなるけども、逆は丸くならない。でも上島森平先生もその終末動作みたいなことをやっていて、ほぐすためにやってたんだっていう。僕たちの受けはこうやってちょっと硬くやって、ってこう構えるんですけども、ほぐすためにやってんだとか、手首のカスを取るとかも含めてそうですけども、健康になっていただくための。プラス、父は、強さもやっぱ求めていけって言われるので、そういうところも自分は研究はしていってるつもりではいますけども。やっぱ上地五郎先生っていう人はすごく偉大で、次に合気道っていうのができて、もう一つ
新和道でしたっけ？新栄大道。新栄大道ね。はい。新栄大道ってのもありますよね。この前お会いしました。はい。で、やっぱり今の一般的な合気道の形で普及してるのは合気会がああいう形の練習をした。はい、でもやっぱりあれが本当にそれでいいのかっていうのがあるじゃないですか。うん、ラーメンと同じですよ。チェーン店にしたからって美味しいとは限らない。そうですね。変な言い方だけど、ぴょんぴょん元気になるところも行かなくていいんだって。ただ、普通に普通に動けて普通に生活するところまででいいから、それ以上要求しなくていいから、そこだけでも全然違って。だから、多少杖ついて歩いてるおじいちゃんでもいいんだけど、今だと痛々しいじゃない。痛々しさ取るところまで直さないと。ね。それ以上はもう、40とか30だったらかわいそうだけど、もう70だから。だからぴょんぴょんまで俺は保証できないって。だけど、そこまではしといた方がいいじゃない。だから、ほっといても大丈夫だ。旅行にも、今や旅行に行けないでしょ。どこにも行けない。どこにも行けないですよ、やっぱりね。だから、ね、こけたまま動けなかったらどうしようとか思ってるじゃないですか。だからそこまでできるようにすればいいじゃないですか。そうすると楽じゃないですか。でもマイナス思考だった。ずっと。なるよね。お互い3人とも若いでしょ、これ。見て。うん。若いです。みんな50代だよ。みんな50代。本当よ、なんかもう、当時の昔の武蔵関で会った時を思い出しちゃうわよ。あの時はまだ20代だったからね、多分。20代後半から。20代ですね。ね。だから、いやいや、変わんないのさ、実はね。中側ね。形が崩れてきてるだけでね。でも、心は変わんないですよ。でも、今はほら。キャラクターって面白いことでさ、変わんないんじゃないみんな。暗いやつは相方暗いでしょ。ただ私は変わったよ、多少は。やっぱり道場で会った時はやっぱりね、構えた。皆さんと会う時も構えたし、三枝さんと喋る時も構えた。今は構えないけど。僕がだからさ、覚えてるのは、その宴会みたいなのがあって、誰もいない時に、駅こう歩いてる時に、ボソって喋ってくれた人があって。その時はやっぱり構えなかったと思う。あの時だけ。ありましたね。ああいう時だけにさ、あの時だけ覚えてる。それはわかるよ。あれは素だもんね。喋れないの。そう。やっぱ格好つけますもんね。でもね、根がみんな3人とも明るいし、会長先生も実は明るいからね。そこは共通だね。明るいお子さんが生まれたじゃないですか。共通だね。だって偉い人のところに堂々と行くでしょ。先生と似てるよね。あ、そういうとこ似てるのかな？あ、なるほど。平気だもんね。平気だもんね。構えないからね。人と思ってないから。っていうかね、やっぱり、構えないところがいいね。同じだろってな。でも私はハラハラしたけどね。あんまりにも無防備でいっちゃうから。無防備だよね。だけど。でも大丈夫。ね。治るんだから、これは。もう一回言います。治る。ただ、ぴょんぴょんまでいかない。もう一回。でも、年相応にね。年相応で、出かけても平気で、大丈夫って言えるところまで帰ればいいんだよ。それはありがたい。そこまでは戻れますから。そこまでは保証します。ぜひ、僕はきれいにはい、どうも。絶対忘れるなと思ったから言ってあげようと思ったのに忘れませんでしたね。覚えてるって。やだ。じゃあ、三枝先生もね、じゃあお互いに80、90まではいきますかね。拾ってくれてありがとうね。バカパン屋でね、いつもパン食べてたらさ。あ、そう。朝稽古終わってさ、パン屋で来てさ、なんで来てるんだって館長が心配して聞いてこいって言うから来たよって言って。ありがとう。お茶はいいんですよね、体にね。いいよ。そう、うちお茶大好きだからね。よく飲んでる。ありがとう。あなたのお父さんはお前お茶飲まなかったっけ？塩田さん、幸三さん。飲んで。飲んでね。年中僕らね、お茶持ってったやつ、バタッと。あ、そっか、お茶やっぱ好きだったんだ。バタッと音で分かんなきゃいけない。そうだ、お茶